株式会社 CSC 様より製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はハゼットのラチェットハンドル 916HPLG 紹介したいと思います。長さを変えることのできるラチェットです。短くしておけば収納に便利。展開すればこの長さで高トルクがかけやすいというアイテム。またその長さに負けない高耐久も特徴となってます。最大1000ニュートンという強烈な耐トルク性能を謳う屈強な1分の1のラチェットハンドルです。良いとこ取りそうなこのアイテム、使用感などお伝えさせていただきます。外観がこちらです。欧州の道具らしく梨地な仕上げ、今っぽいポップなハンドルがついてます。梨地の中でもハゼットは特に乾いた梨地というイメージですが、こちらのラチェットその印象通りな仕上がりとなってます。アウターの筒部分をさすってみますとガサガサ、手の油分を全て持っていかれそうな手触りで滑り止めの効果は抜群でしょう。ガサガサと表していますがネガティブなものではなく、仕上げは素晴らしいと感じてます。ハゼットというとレンチが反っていたりというイメージあるのですが、この 916HPLG はしっかりとまっすぐですし、丸い部分は丸く、面はしっかりと面になってまして、武骨な印象は否めませんが落ち着いたかっこよさを持ってます。個人的には好きっすね。所有欲すら満たすものだと感じます。ヘッドはオーソドックスなデザインです。サイズも一般的な小判型ラチェットという感じ。切り替えレバーは左に入れると右ネジを締める方向。後見さんの逆というと伝わりやすいでしょうか。操作感はしっかり系です。誤操作はまず起こらないでしょう。レバーはしっかり角が立っていまして、冬場は手袋なしでは痛いと感じるほどにかっちりしたものとなってます。ギア数は90枚。空転トルクは重たいというよりもしっかりしてると表したくなるフィーリング。一山一山パチパチと強いパルス感の伝わってくる空転のフィールで安心感の大きいものとなってます。ヘッドはリングバネで閉じられたタイプ。ネジ固定と違い振動で脱落することがありません。中を開けますと赤茶色のものが全体的に付着していました。ハゼットのラチェットでよくサビと間違えられるこれ、確認したところ防水オイルとグリスが混ざってこんな感じのものとなるそうです。問題はないとのこと。ただ本当に乾いちゃってこれサビ発生した時に分かりにくくなりますから、私は一通り拭き取って重ためなシリコングリスで組んでみました。大きなフィール変化はなかったっすね。ハンドルはソフトグリップ。楕円ではありますがかなり丸に近い形状で、ここまで太いのはあまり使ったことがないです。私は手が小さいので握りやすくはないですが、力は入れやすい形状に感じます。さて一番の特徴である全長調整について見ていきます。このダイヤルを緩めますと先部分が動きます。最短で 414mm、 最大まで伸ばすと 614mm となります。途中にノッチなどはなく無段階に調整が可能。長さを決めたらダイヤルを締めて固定。しっかりと締めると遊びはほとんどなくなります。ブンブンと振ってみてやっと少し遊びを感じるってぐらい。ガチャガチャ動いてしまうようなことはありません。剛性感はしっかりしてますね。伸縮方向にもロックがされます。伸ばした状態から縮めようと力を入れてみても大丈夫。使っていて縮んでしまうようなことはそうないでしょう。作業に使ってみた感想として、長さというのはやはり正義だなと感じました。今まで使っていたラチェットに比べあらゆるパワープレイが楽になったと感じます。バイクのリアアクスル、ここ100から150ニュートンくらいで締めることが多いですが、これだけの長さあるとぬるっと緩みます。スイングアームのピボットなんかも同じくらい。400ミリくらいのハンドルで作業してますと力かけることに意識がいっちゃって車体が斜めになってスタンドから落ちそうになり焦ることがあるのですが、600ミリもあると余裕が違います。無理なく緩めることが可能です。
この 916HPLG、 生きてくるレンジは100から300、400ニュートンくらいまでに思います。オートバイであればほとんど対応が可能。車も乗用車の一般的な作業であれば大体が対応できるでしょう。私がたまに触る大きなトルクのところというと、このエンジンクランク軸に止まったボルト。この車両は250ニュートン近くで締めてますが、 916HPLG 使って緩めることができました。ここ形式が違うと350ニュートンで締めるものもありますが、それも動画はないのですが緩めることができました。これ以上600ニュートンとかになってくると 916HPLG 単体では長さ的に厳しそうに感じます。パイプかけて延長などしないと難しいでしょう。延長はやっちゃダメと言われますし、私も推奨はしませんが、合成感的には本当に1000ニュートンくらいは耐えそうな印象。頑丈な道具に仕上がってます。全長の調整機能について、中間位置で使うことはほとんどありません。最大まで伸ばして使うか縮めた状態で使うかの2択って感じです。スペース的にどうにもならなくてって場合は間の長さにして助かることはありそうですが、今のところ最長か最短で使ってるっすね。長くして緩めたら短くしてハンドリング良くして使うってことも多くはないですけど、たまにはやります。使う前、機上で触っていた時はあまりに重さを感じましたので、わざわざそんなことしないだろうと思ってましたが、実際に使ってみますと扱いよくはないですけど、まあやれないことはないかなってくらい。ただ私は大抵は小さなハンドルに持ち替えてしまいます。ソケット付け替えの手間を考えてもあればそっちの方が楽ですね。続いて持ち運びに関して、短くできることはメリットですが、案外場所は取るなと感じてます。太さは気になりました。グリップが太い、そしてシャンクというのかボディのパイプ部分もしっかりと太い。頭からお尻までほぼ同じ太さでしっかり太くなってますので、私が使ってますこういったオープンボックスタイプの入れ物では 916HPLG の存在感はすごいです。太さによるデメリットは感じました。ここまでの太さというのは持ち運び考えている方にとって思ってたのと違うとなる方もいらっしゃるかも。長さを許容できる場合はむしろ逆にこっちの方がかさばると感じるかもしれません。最後にしょうもないことではありますが、切り替えレバーの上、この隙間部分にゴミが入り込んで取るのに苦労したことがありました。オイルなんかも溜まりやすく、ウエスを押し込んで掃除してまして、ほんとつまんないことではありますが気になった点となってます。ハゼットの伸縮ラチェット 916HPLG、 ここまで安心感のある伸縮タイプのラチェットはなかなかないと思います。合成はしっかり、遊びもない。この使用感は素晴らしいですね。収納に関して思った以上にかさばると感じるかもしれませんが、長さで制約が出る場合というのが圧倒的に多いですから、これは良いソリューションとなり得るでしょう。用途に合いそうでしたらお試しください。さて CSC 様では現在ハゼット製品のセット販売を展開中。第1弾としてグリッププライヤー、こちらにノベルティなどがセットになってお値段据え置きで販売がされてます。ハゼットブランド好きな方には断然こちらがお得。このグリッププライヤーなかなか良くて、私も今メインで使っているアイテムです。クニペックスとは差別化されている点がいくつかありますので、プライヤーレンチを検討されている方にはぜひ見ていただきたい製品です。セット品の販売についてはさらに展開をしていきたいとのことで、欲しい組み合わせなどの意見アイデアを募集しているみたいです。これとこれ組み合わせると便利とか、あれがセットで売ってたらというのございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。